映画やドラマの世界で輝いていた大物たちの闇。今回はハリウッドを揺るがせた衝撃の性スキャンダル事件を7点紹介します。事件ファイル1。モーリスやフォーウェディングなどで有名になっていたイギリス人俳優ヒュー・グラント。1995年映画9ヶ月の公開が間近だった彼は深夜のロサンゼルスサンセットブルバードで車を路上に止めて風俗嬢にサービスしてもらっていたところを巡回中の警察官に発見された。ロサンゼルスでは売春の勧誘や取引を目的とした行為が違法とされており、彼は売春関連の条例違反で現行犯逮捕された。謝罪会見で言い訳のしようがありません。本当に愚かでしたと素直に認め、事件直後に映画9ヶ月の宣伝のためトーク番組が予定されていたが、逃げずに出演して謝罪したことで逆に好感度がアップし、映画も大ヒットするという珍現象も起きた。彼には罰金約$1000と2年の保護観察処分を受け、リハビリ講習も命じられた。お相手のディバイン・ブラウンも逮捕されたが、タブロイド紙の独占取材で1500万円近くを手に入れ、他からも色々とオファーがあったことで、売春から足を洗うことができたそうだ。事件ファイル2。ティム・バートン監督の Pee-wee の大冒険や子供向け番組 Pee-wee のプレイハウスで子供たちに絶大な人気だった俳優、ポール・ルーベンス。1991年、フロリダ州の成人映画館。彼はそこで上映中にG行為をしていたとして、公然わいせつ罪で私服警官に現行犯で逮捕された。この時、ルーベンスを含む3人の男性を一斉に取り押さえたと言われている。このニュースは一瞬で全米に広まり、テレビ局はこぞって報道。世間の反応は冷たく、子供向けスターのイメージとのギャップに批判が集中した。彼は正式な裁判にはかけられず、75時間の社会奉仕活動と軽い罰金で示談が成立。しかし、キャリアへのダメージは大きく、ピーウィー・ハーマンとしての活動は一時中断。再起までには長い時間がかかった。時が経ち、彼は徐々に復帰を果たし、ピーウィーのキャラも復活。ファンの間では、過去は過去として受け入れる声も増えていたが、2002年、児童ポルノを所持していた罪で、再び逮捕されている。事件ファイル3。ローズマリーの赤ちゃんや戦場のピアニストを監督したロマン・ポランスキー。1977年、アメリカ・ロサンゼルスで、彼は当時13歳の少女に対する性的暴行の容疑で逮捕された。被害者は写真撮影の現場でモデルとして招かれていた少女だった。ポランスキーは当初すべての容疑を否認していたが、後に司法取引によって違法な性行為の罪を認めた。しかし、判決が下される直前、彼はアメリカからフランスへ逃亡した。逃亡後、ポランスキーはアメリカへの帰国を拒否し続け、アメリカでは現在も指名手配中の身となっている。その後も彼はヨーロッパ各国で映画制作を続け、数々の賞を受賞し続けてきたが、近年の MeToo 運動の流れの中で、彼の受賞や活動に対する抗議や批判がたびたび見受けられる。事件ファイル4。ドラマ、ハウス・オブ・カードやユージュアル・サスペクツで知られる名優、ケビン・スペーシー。2017年、俳優、アンソニー・ラップが14歳だった1986年、スペーシーから性的な行為を強要されたと、公に告発した。この告発がメディアで大きく取り上げられると、他にも複数の人物が、スペーシーによる性的暴行やハラスメントを訴え始めた。告発者の中には、スペーシーが監督や主演を務めた現場スタッフも含まれていた。スペーシーは自身の SNS で謝罪の意を表明し、自分はゲイであるとカミングアウトした。しかし、このタイミングでのカミングアウトは、疑惑から目をそらすためではないかと強い批判を浴びることになった。その後、彼に対する批判は一層激しくなり、彼が主演していたハウス・オブ・カードは降板となった。さらに出演予定だった映画やドラマも次々と降板が決定した。複数の告発者が法的措置を取ったが、証拠不十分や告発者の取り下げにより、多くの裁判は不起訴や棄却となった。しかし、彼のイメージダウンは致命的であり、ハリウッドにおける彼のキャリアは事実上終了した。2022年にはイギリスでも追加の性的暴行容疑で起訴されるなど、疑惑の余波は続いている。事件ファイル5。127時間やスパイダーマンシリーズなどで高い評価を受けたジェームズ・フランコ。2018年1月、ゴールデングローブ賞の授賞式にフランコが参加した直後、複数の女性が SNS やメディアを通じてフランコから不適切な性的行為を受けたと公表した。
告発者の多くは、彼が主催していた演技学校、スタジオ4の元生徒だった。女性たちは、授業や撮影の名目で、性的な行為を強要された。キャリアのために、仕方なく応じざるを得なかったと証言した。フランコは、テレビ番組に出演し、自分には身に覚えがないと疑惑を否定したが、同時に誰かを傷つけていたなら、謝罪したいとも語った。だが、疑惑は拡大し、メディアや映画業界からも、厳しい目が向けられた。MeToo 運動が、社会的な広がりを見せていた時期だったこともあり、フランコの行動に対する批判は、非常に強かった。2019年、5人の女性が、フランコに対して、集団訴訟を起こした。訴状によると、演技指導を装い、性的なシーンを強要したとされていた。2021年、フランコ側は、原告側と和解に至ったが、具体的な和解内容や金額は、公表されていない。この一連の騒動によって、フランコは多くの映画やプロジェクトから降板することとなり、彼のキャリアは大きく停滞し、おそらく復活することはないと言われている。ハリウッドでは、権力を利用した不適切な行為が厳しく糾弾されるようになり、彼の事件もその象徴的な例となった。事件ファイル6。数々の名作で知られる映画界の巨匠、ウッディ・アレン。1992年、ウッディ・アレンの当時のパートナーだったミア・ファローが、アレンが7歳の幼女、ディラン・ファローに対して性的虐待を行ったと告発した。彼は一貫して疑惑を否定し、彼女が親権争いの一環として虚偽の主張をしていると主張した。ニューヨーク州とコネチカット州の当局が調査を行い、最終的に証拠不十分のため、アレンは起訴されなかった。しかし、当時調査に関わった専門家の間でも意見が分かれ、真相は今なお明らかになっていない。そして、被害を訴えるディランは、成人後も一貫してアレンによる虐待があったと主張し続けた。この疑惑は、アレンのキャリアや作品の評価に大きな影を落とした。多くの俳優や映画関係者が彼との仕事を拒否する動きが広がり、配給会社も彼の新作映画の制作を見送るようになった。事件ファイル7。パルプフィクションや恋に落ちたシェイクスピアなど、数々の名作を世に送り出してきた映画界の大物プロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン。2017年、ニューヨークタイムズとニューヨーカー紙がワインスタインによる多数の女性への性的暴行やセクハラを告発する記事を相次いで報道した。被害を訴えたのは女優やモデル、映画スタッフなどで、その数はなんと80人を超えるとも言われた。その中にはアシュレイ・ジャット、グイネス・パルトロー、アンジェリーナ・ジョリーもいた。多くの被害者が映画出演やキャリアのためにワインスタインからの性行為を強要されたと証言した。報道後、彼は一部の行為について謝罪したものの、多くの告発を否定した。しかし、世論の非難は強く、彼が設立した制作会社、ワインスタインカンパニーから即座に解雇された。さらに、アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーや、英国映画テレビ芸術アカデミーからも除名処分となった。アメリカでは複数の州で刑事告発や民事訴訟が相次いだ。2020年、ニューヨークでの裁判で、ワインスタインは強姦及び性犯罪の罪で有罪判決を受け、23年の禁錮刑を言い渡された。その後もロサンゼルスなどで追加の裁判が続き、さらなる罪状が問われている。この事件は世界中で MeToo 運動が広がるきっかけとなった。この運動は映画業界だけでなく、ビジネスや政治、スポーツなど多分野にも波及し、ワインスタインの名は権力と性犯罪の象徴として記憶されることとなった。今日はハリウッドの有名な性スキャンダル事件を7件紹介しました。よかったらいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。また次回もお楽しみに。